妹が高校生の時の話です。彼女が通っていたのは女子校でした。1クラス30、40人ほどで、その中で5人から8人のグループができていました。特にグループ同士、険悪な仲というわけではありません。グループ内の友達とは深く付き合い、それ以外のことはさらっと当たり障りなく付き合う。そんな感じだったようです。ただ、頻繁に別グループのこと話したり、遊びに行ったりと、あまり親しくしすぎたりすると、しくりと嫌味を言われたりするそうで、妹は性格上、面倒くさいな。と思っていたそうですが、楽しい高校生活を滞りなく送るためには、要領の良さも必要です。とりあえず、一つのグループに所属して目をつけられない程度に、よそのグループのことも交流していました。そんな高校生活2年目の夏休み明けに、妹のクラスに転校生が入ってきました。ショートヘアで色白、小柄で地味な顔立ちの女の子です。山本、りょうです。よろしくお願いします。緊張しているのか、簡潔に名前だけを言う自己紹介をして、ペコリと頭を下げました。クラスメイトたちが拍手する中、妹はみぞおちがヒヤリとする感覚を覚えていました。この子、なんかついてる。転校生と重なるようにぼんやりとした人影が、彼女と同じ動きをしていたのです。でも、誰も、それに反応しません。それが見えているのは、その教室の中で、妹だけだからです。妹は人には見えない不思議なものを見たり感じたりする、霊感体質です。転校生をどこのグループに引き入れるのか、休み時間に早速山本さんに、それぞれのグループの代表格が話しかけているのを遠巻きに見ながら、妹は、私のところに来てほしくないな。と思っていました。彼女には悪いけど、ちょっとあれはな、と。翌日には、山本さんは妹とは別のグループに組み込まれるような雰囲気になり、席も離れてるし、一安心、と胸をなで下ろしました。しかし、数日後、山本さんは別のグループに混じって弁当を食べていました。おや、と思っていると、また数日後には別のグループと行動を共にするようになり、妹は最初に山本さんを迎え入れていたグループの一人に、何かあったの？と尋ねると、なんだかよくわからないけど、あの子、気味が悪くて。と、歯切れ悪くこう言いました。他のグループに聞いても同じでした。独断。あの子に問題があるわけではなく、一緒にいると、なんだか落ち着かなくて不安になる、怖くなる、というのです。やっぱり、ついている何かのせいか、と妹は胸の内で確信しました。それから数日後、また山本さんはグループから外れて一人になっていました。妹のグループは比較的穏やかな子が多いため、山本さん、かわいそうだよ。仲良くしてあげようよ。という話になりました。妹は内心憂鬱でしたが、あの子、何かに取りつかれてるからやばいよ、とは言えません。その日、山本さんを誘ってお昼を一緒に食べたのですが、とてもおとなしい子でした。転校早々、あちこちたらい回しにされて、不安なのでしょう。話しかけられたことだけに答え、あとは黙ってうなずいて、話を聞いているだけです。なんか変だな。数日前から妹は違和感を覚えていました。いつも人ならざる者と対峙した時、肌の表面がピリピリする感覚に襲われるのですが、今回はそれがありません。相変わらず、彼女の姿は二重にぶれたように見えているというのに、見えているあれは、霊的なものじゃないの。妹が疑問に感じ始めた時、グループの中で少し感情の起伏の激しい子が、山本さん、おとなしすぎだね。もうちょっと話してよ。やんわりと批判めいたことを言った時です。今まで彼女と同じ動きをしていた人影が不意に、その発言した子を平手打ちするような動きをしたのです。平手打ちをされた子は、と、怪げな顔をして、周囲を見回しました。どうかした？なんか、急に風が吹いてきたような感覚があってさ。頬のあたりを押さえながら首をかしげます。数日、観察していると、どうやらその人影は、特定の相手にだけ攻撃動作をするようです。山本さんに対して少し強い物言いをする子。おとなしい彼女に対して、マウントを取るような態度を取る子。彼女が気の進まなさげなことに無理に誘ったりする子。そして、攻撃された子は怪げな顔であたりを見回し、首をかしげるのでした。守護霊みたいなものなのか。それにしては霊感センサーは働かないし、そもそも霊ではない。相変わらず不安げな様子の山本さんを見ながら、妹は疑問を深めていったのです。そのうち、妹のグループ内でも、山本さんってなんか変じゃない？という声が出始めました。周囲は感受性の強い年頃の女の子ばかりです。霊感がなくとも、
目に見えない存在に無意識ながら反応しているようです。彼女が弾き出されるのも時間の問題でしょこのままにしておくわけにはいかないな。う。と妹は決断したのです。まず妹の方から進んで山本さんに声をかけるようにしました。口数の少ない彼女に返事や会話を無理強いしないように、あくまで彼女が聞き役になれるように穏やかな会話運びを心がけました。ちょっとせっかちな友人が彼女と絡むときは間に入ってワンクッションを置くように、なおかつあくまでも自然にコミュニケーションを取れるように努めました。山本さんが萎縮することのないようにグループ内に溶け込めるよう心配りしたのです。そうしているうちに山本さんも徐々に打ち解けてきて自発的に話すようになりました。おとなしめな性格は変わらずでしたが、冗談を言い合ったりして笑えるくらいになったのです。そうやって山本さんが明るくなり、妹たちと馴染んでくるにつれて彼女がまとっていた人影もだんだんと薄くなり見えなくなっていったそうです。で、結局その人影って何だったんだ。当時地方の大学に通っていた私は春休みに家に帰っていた時、妹にその話を聞かされた後にこう尋ねました。何だったんだろうね。首をかしげた妹は、これは私の憶測だけどねと前置きしてから話した内容はこうです。山本さんが妹だけに話してくれたことがありました。彼女は小学生の時にいじめを受けていて、頭の中で想像の親友を作り出したそうです。それはミロと言って、彼女と双子の設定で、自分とは違って活発で気が強くて、彼女がいじめられている時は守ってくれる女の子でした。いつも影のように彼女と行動を共にし、部屋で二人きりでいろいろ話したり、夜は一緒に寝てと本当に存在していたといいます。中学は私立を受けて、小学生の時の同級生がいない環境になったので、いじめられることもなくなりました。するとミロもだんだんとその存在を薄れさせていき、いつしか消えていきました。私に見えていたのは、霊とかじゃなく、山本里央ちゃんが作り出したミオだったんじゃないかなって思うんだよね。山本さんの想像した親友が具現化して、霊感体質の妹に見えていたのではないかと。今回父親の仕事の都合で転校することになり、不安で仕方がなかったそうです。事実、なかなかクラスに溶け込めなくて、またいじめられるんじゃないかという不安が再びミオを出現させ、彼女に害をなしそうなクラスメイトを遠ざけていたのではないか。人の思念が見えるなんてことがあるのかね。さあね。でも少なくともその時の私には何かが見えてたんよ。思春期の感受性の強い年頃は何かと敏感になります。私も高校時代、強力な霊感体質の先輩の影響で感覚が研ぎ澄まされた覚えがあります。それを考えれば何があってもおかしくはないかと思います。後々になって妹は、もし妹ちゃんがいてくれなかったらあんなに楽しい高校生活は送れなかったと思う。優しく根気よく接してくれてすごく嬉しかった。本当に感謝しているよと山本さんに言われたそうです。妹と山本さんの友人関係は今も続いています。今後もミオの出番がないことを願っています。